16週間全く鍛えなかった腕、それでも鍛えたことのない側より 33% 多く残っていたものがあります。筋繊維そのものは細くなっていました。見た目も断面積も確かに落ちています。それでも減っていなかったのが筋核です。筋肉の細胞の中にあってタンパク質を作る指令を出す部分です。ところがここからが厄介です。その 33% 多く核が残っていた腕は再開後もう一方の腕より早く太くなったわけではありませんでした。ブランクの後で戻りが早い。この経験に私たちは説明を持っています。筋核が残っているからだと、その説明が今揺れています。147本の論文をまとめた分析は、人では筋核も失われると結論しました。では、筋トレをやめた時、体に何が残るのでしょうか。そして戻りが早いのは一体何のおかげなのでしょうか。答えは、マウスの筋肉を生きたまま除いた実験と、片腕だけを鍛えて36週間追った実験と、85万箇所の DNA を調べた研究の中にありました。第1章、増えた核は消えなかった。そもそも筋核とは何でしょうか。私たちの体の普通の細胞は核を一つしか持ちません。ところが筋肉の細胞は例外的に大きく核をいくつも抱えています。その一つ一つがタンパク質を作れという指令を出す拠点です。2010年、ノルウェー・オスロ大学のブルース・ガードラは生きたマウスの筋肉の中を直接覗く方法でこれを追いかけました。筋肉に過剰な負荷をかけると筋核が増えます。しかも増える順番が意外でした。筋繊維が太くなってから核が足されるのではなく、太くなる前に先に核が増えていたのです。研究チームは次にその筋肉に重度の萎縮を起こしました。神経を切り離し筋肉が使われない状態にしたのです。筋繊維は大きくまみました。ところが核は古いものも新しく得たものも失われませんでした。しかもその状態がかなりの期間にわたって続いたのです。一度鍛えた筋肉はやめても指令所を持ち続ける。だから再開すれば早く戻る。この研究がその説明の土台になりました。第2章、16週間やめた腕に何が残っていたか。ただこれはマウスの話です。人でも同じことが起きるのか、それを確かめるには人間を何十週も追いかけ、しかも筋肉から直接組織を取って調べるしかありません。簡単な実験ではありません。2024年、カミングらがそれを行いました。運動経験のない男女12人が対象です。設計が巧みです。まず片腕だけを10週間鍛えます。もう一方の腕は何もしない対象です。次に16週間完全にやめます。そして最後に両腕で10週間の再トレーニングを行います。同じ人の左右の腕ですから遺伝も食事も睡眠も同じです。違うのはその腕に過去のトレーニング歴があるかどうかだけになります。16週間やめた後、筋繊維の断面積は速い繊維でも遅い繊維でも減っていました。ここは予想通りです。使わなければ細くなる当然のことが起きています。ところが、スキリ核は維持されていました。鍛えたことのある腕は対象の腕より 33% 多く核を持っていたのです。細くなったのに指令所の数は減っていない。マウスで見えたことが人でも確認されました。第3章。ところが、早く戻るとは限らなかった。核が残っている。それは分かりました。しかし本当に知りたいのはその先です。核が多く残っていた腕は再開した時に実際に早く戻ったのでしょうか。10週間の再トレーニングの後、鍛えたことのある腕はタイプ2繊維の断面積が優位に大きくなっていました。ただし、そこには正し書きがつきます。再トレーニング期間中にどれだけ増えたか、その変化量そのものには両腕で優位な差がありませんでした。つまり、鍛えたことのある腕が最後に大きかったのは、スタート地点が高かったからだとも読めます。伸びる速さが違ったとは、この実験からは言えません。さらに、この説明そのものを揺さぶる分析があります。147本の査読論文を統合したメタ分析が、人と月種類を分けて調べました。まず、増加幅が違いました。月種類では 23.2% 増えるのに対し、人では 9%、2.6 倍の開きがあります。そして決定的な違いです。やめた期間に月種類の筋核は維持されました。ところが人では優位に減っていたのです。同じ現象を調べているのに種によって結論が逆になりました。著者らの結論はこうです。
筋核は永続的ではなく、萎縮や加齢とともに失われる。そして別の仕組みの方がより重要かもしれない。と。第4章。記憶は DNA の標識にあるのかもしれない。では、その別の仕組みとは何でしょうか。今有力な候補とされているのがエピジェネティクスです。遺伝子そのものではなく、遺伝子の使われ方に残る記憶のことです。DNA メチル化と呼ばれる仕組みがあります。遺伝子に科学的な標識がついたり外れたりして、その遺伝子の読まれやすさが変わる。配列そのものは変わりません。2018年、シーボーンらは人の筋肉で85万箇所のメチル化を調べました。筋肉を増やし、元に戻し、もう一度増やす。その全過程を追いかけています。初回の増量で読まれやすくなった地点は9153箇所。ところが再増量では18816箇所、2倍以上に増えていました。さらに重要なのはここです。いくつかの遺伝子は筋量が元の水準まで戻った期間ですら読まれやすい状態のまま保たれていました。見た目には何も残っていない時期にも設定だけが残っていたことになります。見た目の筋肉が元に戻っても遺伝子の設定は元に戻っていなかった。人の筋肉が過去の成長を記憶していることを初めて示した研究です。ただし限界もあります。先ほどのメタ分析では萎縮で筋核が減ったのは若い成人で高齢者では減りませんでした。年齢によって話が変わる可能性があります。エピローグ。やめてもゼロにはならない。マウスで消えなかった核、人で残った 33%、147本の論文が出した逆の結論、そして85万箇所の DNA の標識。正直に言えば決着はついていません。真核が残るのかどうかで研究者の結論は割れています。それでも否定されていないことがあります。ブランクの後戻りが早いという現象そのものは誰も争っていません。争われているのはその理由の方です。核なのか DNA の標識なのか、あるいは神経なのか。中心になったカミングらの実験は12人と小規模で147本のメタ分析とは結論が食い違います。動作の習熟という神経の側面も戻りの速さに関わっています。分かっているのはこれだけです。やめていた期間は白紙ではありません。細くなった筋肉の中にまだ何かが残っています。あなたがもう一度ゼロからやり直しだと思って諦めたトレーニングは本当にゼロからだったのでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。